ザ・ナイトガード、やっていこか。どんなゲーム？夜の警備中にいろいろやる普通のホラーやな。昼の明るさしてるのが気になるけどやっていこう。タイトル画面で音がないことの方を気にしていけ。見たことある名前だ。お、いきなり投げ出された。やることわからんし、周り見よな。モニターが大きい。ホラーの明るさちゃうでこれは。結構広そうだね。でっけえターミナル駅らしいで。一人で警備させてるならあまりにもブラック企業な広さだ。ホラゲーでは普通やな。それじゃライトも見つけたし、部屋から出ましょうかね。開いた？ドアの開閉音にしては長いな。他の人が歩いてる音だったりする？夜にここに人がいるなんて変だな。ちょっと確認してくる。じゃあ行こお客さんはいかんけど、残業してる人くらいいてもええと思う。カメラの映像は明るかったけど、実際に見ると暗いね。電気つけっぱじゃないのは普通やし、ライトあるからええわ。電気代もバカにならないしね。誰かいますか？私は警備員です。もしもの際は拘束する権利もあります。鍵かかってる。鍵を探さないと。ここは配電盤がある場所みたいだ。鍵探しか、シンプルスタンダードやな。開けたオフィスだな。働きやすそうや。気が散りそうだけど声をかけやすいとかあるのかな。おしゃれでええと思うで。デュアルモニターは仕事できる人っぽい。ワイドモニター派もいるみたいやし、割と個性出てるな。こういうコピー機は家に欲しい。邪魔になるで。ゴミ箱の種類が多いと開けてから間違えたりでめんどい。知らんで。開かないし主人公も無言。常にいろんなところから見えるからサボれない職場だね。サボらせないために見える化したのかもしれないで。おしゃれオフィス特有の壁際の本棚には何もなさそう。なんだ、ガス漏れかな？危険を冒して進む必要はないね。換気扇のスイッチを探さなきゃだ。おならエフェクトにしか見えん。割と大事故だと思うんだけど、警備員一人で対応することなのこれ。解決して何も異常はなかったっていうのが仕事やぞ。クソブラックかな？あの子に攻撃された？おっと、電池が切れそうな時におもちゃが勝手に動くことはあるよね。本当にびっくりしたよ。何に何されたかわからん。あのマネキンに何かされたとか？入れないし他の探索進める。鍵と換気扇スイッチ探さなきゃやしな。歩いてればイベントが起きるって分かったから、歩くだけでも楽しいよ。そうか。地獄みたいな席だね。偉いやつが座るんちゃうか？ほぼほぼ晒し物の席じゃないこれ。部下を見たいとかあるやろ。部下は見られたくないと思うんだけどどう？出世欲が強ければ見られたいんやないか？マリハナを育てている。突っ込む気はないぞ。探索に時間かかりそうやし、ストアのあらすじ読もうか。今さら？精神病院の跡地に建てられたターミナル駅はトラブルがいっぱい。お店で品物がなくなったり、電子機器が壊れたり、監視カメラが止まったり、いろいろ報告されてる。夜の警備をしてたら騒音が聞こえてきたから調査しなきゃ。そんなホラーゲーム。オフィスだと思ってたけど、ここはターミナル駅のどこなんだろう。何かしらの仕事場ではあるんやないか？プレイルーム発見。鍵あるやんけ。遊ぶ時に置いて忘れちゃった人がいたんだろうね。万死に値するぞそれ。配電盤の部屋の鍵だろうし戻ろう。プレイルームにはもう一つ部屋があって、ビリヤードとサッカーゲーム置いてたで、卓球しかないんはおかしいと思ったんや。ビリヤードしかないならわかるんやけどな。意味不明なこだわりだね。もっと奥は開かないけど、これいじればいいのかな？これか？何がどうなったの？セーブされたのはわかった。換気扇動いたとかかな？ま、行ってみようか。進めた？こっちも広そうだ。行き止まりっぽい方から行く。このドアの鍵を見つけなきゃだ。ダブル消火器。見つけやすい場所にあるのは偉いで。おしゃれ時計。一目で分かりにくいのは嫌やけど、ここの雰囲気には合っとる。謎の番号。外に見せたいなら貼り方逆やけど、中に見せたい理由もわからん。どんどん進む。何の場所なんやここ。モデルルームとか休憩所とか？一応外から鍵がないか見とこな。どうしてここに？もう業務時間終わってるだろ。何の話？お、美人この女の子、なんで反応しないんだ？ちょっと確認しなきゃな。消えた後に言うことか？痕跡を探そうね。奥の扉から入れそうだけど、おしゃれ時計近くの扉からつながってそうだから後でだね。あ、ここ開く。トイレか。主人公男やけど、女子トイレ入ってええんか？仕事だからね。
仕事ならしゃあないな。誰か入ってる？ノックもできないや。スケアでもないのは逆に怖いな。鍵発見。取れないから他行く。もっと粘れ。粘らなきゃ取れないのがおかしいんだよな。さてやるぞ。ジャンプで判定揺らし。個室に入れないんか？無理だよ。太ってるんかなこいつ。やっぱしゃがんだ方が判定は近い気がする。やったぜ。毎度鍵で苦戦しとる気がする。もう片方のトイレにも鍵があったよ。取り方はもう完璧やな。いや、少し手間取るよ。じゃあ時計のところ開くよ。これで謎の女がいた部屋行けるな。結局気になって全部の部屋行くのがいつもだよ。狭いワンルーム。いたって一般的なワンルームやぞ。それは言い過ぎだよ。ただの一部屋って感じやな。雰囲気はいいけど目を見張るものはないな。ウォーキングホラー要素が強めやな。ここがあの女の部屋や。鍵があったよ。わかりやすい作りして That's て where the 遊び key や to す the くてい main い door ね。 is. メイ We ンフ need ロア to の make ドア our の鍵だ。 rounds in there. あっちのエリアも見回りしないとな。また行ける場所広がるんか。長く遊べそうでええな。そうだね。奥の部屋には何もなかったから住もうな。映画館の雰囲気。駅やで。ステーション04。異常探し系のタイトルみたいやな。ステーション系は確かあったはず。施設系でないの探す方が難しいくらいには増えてるしな。ゴミ箱。探すとないからあると嬉しいわな。頻繁にあるけどこれゴミ箱じゃないのかな。 On the 反対 opposite 側には side 駅へ降 is り the る階段 descent が to あ the る。 station. そこも We'll 確 have 認 to し go なきゃ there な。 and check it all out. かなり広そうなんだけど反対って遠くない？明るめやし見物しながら進めば遠いのも気にならんやろ。初めて行く大きめの駅ってワクワクするしそれがいいね。服屋があるのポイント高い。需要あるんかな。乗り物内で漏らした時にすぐ買えるから需要は高いはず。漏らすやつそんなに多くないから需要は低いやろ。この辺り暗いな。暗いとアイテム探索は捨てていいってわかるから楽ではある。なんでわかるんや。ここの開発元のゲームが大体そうだからだよ。メタ読みはずるいぞ。今気づいたけどこれホラーゲームエンジンか。回復アイテム手に入りすぎだから体力は気にしなくていいよ。ホラーに集中できるってことやな。床汚いな。たまにあるこういう自販機好き。出てくるまでのレスポンス長いから嫌いやで。商品が出てくるだけマシ。 We need to ドア find の the 鍵を key 急 to いで that door 探さ and ない hurry. と何かが There's 燃えて something る。 burning. 電車燃えてるやんけ。炎上案件ってやつだね。めっちゃ広いんやけど鍵見つけられるんかこれ。走る機能あるから広いのは問題ないよ。今までの経験上鍵が小さくて見逃しそうなのが問題なんやが。お、なんだろこれ。汚れか。どうだろう。進む先を示すマークとかではなさそう。何の部屋？ああ、荷物流すとこ？客もいないのに置いとくか。預けてあるのかもよ。管理がずさんすぎるで。やっぱり暗い場所には鍵置いてないのかもね。明るかった洋服屋の方行こか。やっぱこっちのフロアが明るくてええな。品数が少ないと価格がお高そうだ。傍から見たら警備員なのか泥棒なのか区別つかないやろな。エッチなフィギュアがある。マネキンやろ。目を隠してるのはフェチ度高いよ。エロガキがいたずらしてああなってることもあるやろ。連続攻撃？変なこと言ってたから怒っとるんやろ。見てないと近づいてくるのかな。 SCP にいたな。番号覚えてないけど。これ上の階あるね。これだけでかい場所なら当然やな。動いてないエスカレーター登るのワクワクする。その感覚はわからん。 There was no 警 key 備 to 員 the door 室 to に the 駅への station 鍵は at な the かっ guard た。 post. 他の警備員 Maybe がどこか another に置い guard ていっ left ちゃっ it たのか somewhere. も。 I カ should フェや check 服屋を確 cafes 認 and してみよ clothing うかな。 stores. そこ Maybe にあ you'll るか find も it だ there. し。 1階の服屋にはなかったけどな。 2階もそこそこ広そうだ。 Oh, 今のは what 何？ was that again? ほんまに何やったんや今の。一応回復だけしとこう。マネキンのカップルか。どっちもマネキンはレアだね。片方だけがマネキンならわかるけどさ。マネキンを恋人という方が異常やと思う。ついてきてそうだけどこの距離なら大丈夫かな。
見続ければ怖くないわな。でも見続けてると鍵探せないから、ある程度割り切って進む。妙に眩しい。綺麗な調理場でええやん。逆にリアリティがないね。全国の調理場が小汚いと思っとるんか。閉店後に綺麗にするにしても綺麗すぎるんだもん。行き届いた衛生環境やん。褒めたれ。安心感をもらえたので後日食べに来ます。謎の席。調理場経由しないといけない席は謎やな。普通の席にも目新しいものはないや。洋服屋に店内からもアクセスできるんやな。利点あるのかな。この机動かせる。翌朝絶対怒られるやつやん。ワンオペ警備で吉毛発散は大事だからセーフ。それがセーフなら夜間警備員は爆走しとるやろ多分。マネキンが服を選ぶ世界観。よっぽど人間に変な服着せられてたんやろな。たまには自分で選びたくなることもあるよね。自我を持ってるって思うとちょっとエッチだ。じっくり選ぶ前にとりあえずで服着ろとは思うわな。トイレの個室に入れなかった人が試着室に入れるわけもなかった。デブなんか。どうだろう。足取りは軽いよ。カフェに上の席があるっぽい。 I'll play with you, Daddy. 誰の声なんだろう。マネキンか。マネキンは喋らないでしょ。マネキンは自動で動かないんやで。お、鍵。明るいとはいえその距 We 離で gotta 見え get るの out は of おかし here. い。 There's an よ emergency し、こ exit こは at も the ういい subway な。 station. 地下鉄 We の駅 gotta に get 向かお there. う。 Here's the あ keys. 鍵は By こ the れだろう way, ね。 maybe that's where it's from. ほな行こか。出待ちされてる。固まってくれてるとむしろ避けやすいわな。前2人にちょっかいかけようとしてるみたいに見えるね。こういう芸術もありそうやな。カフェの近くにバーもあった。客層が被らなそうでいいね。必要なものが持ってるんやし、ここには何もないやろ。はよ地下鉄の燃えてるとこ行け。すごく広くて歩くの楽しかった。やっと進めるな。乗ればいいのかな。 Daddy, Daddy, I'm your friend. Let's この play. 声はずっと謎。謎の声はホラーの定番で大体的や。たまに味方なこともあるが稀や。開かないし窓も開いてないかな。開けるスイッチでもあるんかな。トイレと試着室に入れない主人公が電車に乗れるのか疑問ではあるね。電車のドアは大きいから大丈夫やろ。まあ炎上した車内に入っても怪我するだけやと思うけどな。そうノーダメージだと思うけど。この主人公は階段ジャンプでダメージ受けるタイプやから下手すりゃ死ぬやろ。ホームまだ続いてるんだ。こっちは燃えてないんか。水の音がしてるの関係ある？お、こんなところにも。謎の声はマネキンからしとるのかもな。遊ぼうって言ってたしね。言ってたか。どっちが先頭かわからないけど反対だったのかな。戻るなら車体やなくて壁に沿っていこな。ここまでで鍵が小さいのが分かってるから見逃しが不安。割とイベント会話で分からせてくれてるから不安にならんでええやろ。お、それっぽいとこ。開いたならここが正解か。機械室？スイッチありそう。ないや。さすがに何かあるやろ。ゴミか。バイクとか車の音は地上でするのは良かったが地下でするのはちょっとおかしいやろ。なんでここの壁だけ違うんだろう。おしゃれかな。最近の建造物のおしゃれはようわからん。鍵発見。よく見えたな。いやほんとよく見えたな。水の音はこれだった。これがおしゃれなのはわかるわ。こっち来るなってこと？ゲームの車は行けってことやな。いや振り返れや。さほどもう興味ないもん。電車のドアを開けるわけではないみたいだ。そこは来た道だから違うね。さすがにここやな。 It should be こ this このは way, ずだけど、 but it's 施 locked. 錠されてる。鍵持ってるよな。先にこっちを調べてから向こうで鍵を拾う想定だったのかな。閉まった？しまった。なのかもしれんぞ。なんもないな。マネキンも調べろ。土台があるから等身大フィギュアなのかもしれないね。攻撃されてる。等身大フィギュア扱いが嫌やったんやないか。終わりだね。はあ、なんで終わりってわかるんや。ここの制作物はいつも長文ドーンで終わるからだよ。やがて心が折れ、部屋の中央で胎児のような体勢で丸まり倒れ込んだ。
マネキンたちは彼を取り囲んで、彼の上に重なり覆い隠した。一方で、椅子からは電源が落ちたロボットの人形が起こったような意味で睨みつけていた。朝になり警備交代の際消防の助けを借りてドアを壊して開けると、アレクセイ・ミハイロビッチは完全に狂気的な精神異常状態で発見された。すべての質問に対して彼はただ狂気じみた意味を浮かべ、目を細めて囁いた。魂、魂、私と遊んでいた。すべては魂。また被害者の体には多くの擦り傷や打撲の跡が見つかった。最も驚くべきは監視カメラの映像がなぜか消失していたことだ。代わりに映っていたのは、9時間にわたり警備員がモニターを見ている1フレームの静止画だった。結局、すべての責任はアレクセイに押し付けられ、彼は解雇され、治療のために精神病院に入院することになった。っていうホラーゲームでした。割とぶん投げエンドやん。綺麗に終わってはいるよ。広い施設を歩いてる感がしっかりしててよかった。せやな、雰囲気はかなり良かったで。ただまあ広い割に30分くらいで終わったから物足りなさはあるわ。一口ホラーとしては良かったよ。しっかりクリアできてすっきりもしたし、私はもう寝るね。それじゃまたね。また良さそうなホラー持ってくるから、チャンネル登録や評価もよろしく頼むで。それじゃな。